はい、こんにちは。今日はですね、アプローチの打ち方についてね、説明をしていきたいと思います。で、私自身もですね、アプローチが苦手で、よくグリーン周りからですね、どちらかというとミスが多いのはざっくり。グリーン周りのいいところからね、ざっくりしてしまいますと、非常に精神的な、ダメージも大きいし、スコア的にもですね非常に厳しいね、状況になりますね。ですので、グリーン周りのライがいいところであれば、そうですね、2メーター以内、1メーター以内に寄せられたらベストですけれども、グリーン周りのいいところからもう5メーターぐらいオーバーしたり、5メーターぐらいショート、あるいは左右ね、これは次のパッティングがかなり厳しいですよね。寄せワンするのがかなり難しくなります。ですからやはりアプローチって非常に重要だと思うんですね。そこで、自分もすごく苦手だったので、何が原因かなっていうのと、それからいい方法がないかなっていうことを考えてきました。その結果ですね、いい方法を思いつきましたので、これを皆さんにね紹介したいと思います。まずアプローチのそのミスはどうやって出るかっていうと、手先でね打ってしまう、手の方をね打ってしまうのと足を使ってしまう、この2つあると思うんですね。でまずはその手首を使ったりこねたりするというね、そういう方のミスのお話をしますね。でこれをできるだけしないようにするために脇をね、締めてクラブを脇に挟んで、胴体と一緒にね振りましょうっていう、よくそういうレッスンなんかもあると思うんですけれども、私が考えたのはこの肘をですね、もう右の脇腹の、おへそがあって右の脇、このちょうどですね間ぐらいですね、ここにも当てとく。で左肘もですね横じゃないですよ、少し真正面でもないです、その中間ぐらいのところに左肘も当てちゃいます。でもう紐があるならこれ紐で縛りたいぐらい、ね、でずっとこれ当てたまま、つまりこういう状態で右左と振ると、ね、そういう打ち方です。ちょっとやってみますね。足の方はちょっと後に説明しますので、まずもう右肘を右脇につけてます。で左肘も左の脇のお腹の横ぐらいにね、つけた状態で振りますので、当然手がこうやって自由に振られるということはないです、ね、お腹が回っていく感じ、お腹が回っていく感じ、お腹の回転で打つ、ね、今ね距離はね10ヤードに設定してます。でこの10ヤードぐらいのこの短いやつがね一番ざっくりしやすいんですよ。ですからこれが打てるとこれを応用してですね、どんどん大きくすればいいだけなのでね、割と振りが速くなってくるとこのざっくりって起きないのね。なので、この10ヤードに設定して、使うクラブは今52度ですね、PS、ですけれども、何でもいいと思うんですが、ロフトが立ってた方が、ピッチングとか52度とか立ってた方がまずは安心してできると思うので、ちょっと52度でやってみます。肘をお腹右脇につけて、もう極端なこと言うとこういう感じです。で特に右大事、ね、左肘もつけてきますので、右と左をつけたままクラブを動かすにはこうこねませんから、肩を動かすしかないですね。右の肩をどちらかといったら意識して右の肩で引いて右の肩で打ってくる。ちょっと強く右の肩で打ってくる。ちょっと撮影が入ってますので若干緊張してますね。OK いきますよ。ぐらいかな。12メートル。はい、
だんだんバックスイングの大きさ等を調整して、今ピンとなりましたね。右の肩で打っていく形。右の脇をつけたまま、左の肘も脇につけたまま、右肩で引いて右肩で打つ。今もピンがなりましたね。右肩で引いて右肩で打つ。だいぶ安定してきました。だいぶ安定してきました。乾いた音がしますね。カツンとね。これが大事ですよ。だいぶ安定してきました。右肩で打つ感じ。はい、ピンとなりました。で、これがですね、肘とか手のね、どうしてもこう手を使ってしまうので、こう右の肘を右の脇腹に当てたまま、できたらここを紐で縛りたいぐらい、こういう打ち方ですね。これを紹介しました。ではもう一つなんですけれども、今度ね、下半身の方ね。でどうしてもこう足がですね、こう膝こう揉んじゃうっていうんですけど、膝が動いちゃうと土台ですから、特に上下に動くとね、こう下を叩きます。伸びれば上を叩いてしまいます。なのでこの右の肘を脇腹につけて、肩と腕の動き、胴体と腕の振りの動きがシンクロ、一緒に動くということができたら、今度足の方で、足はですね2つやり方があって、まずは私がおすすめなのは、もう片足1本、フラミンゴ打法と名付けましたけれども、片足1本で立って片足1本でこう打つとやはり不安定なので、少しですね左のつま先をつけておきます。ただ気持ちはもう右足 90% ぐらいね。それで同じく右肘は脇つけますよ。ここ肘のお腹のでオープンにしてますから、左肘もつけばもうつけてもいいです。特に右肘、左が多少空いても右肘がしっかりくっついてれば大丈夫で、腰はやっぱり左に回っててほしいので、垂直というよりはちょっとつま先も左に向けといてですね、こんな構えになりますね。右足1本で右肩で上げて右肩で打って右足ですね。片足なのでやっぱりね、余計な足をこうクッとこう入れたりね、上下動がしにくくなります。不安定なんだけど右の1本の軸がねありますので、こういう余計な動きをしなくなります。右足、ね、安定していきますよ。右足1本、ボールの位置はね、もうつま先をちょっと左向けますから、実際につま先なんですけど、実際この辺りになりますね。こういう構えになってきます。軽くハンドファーストにして、気持ちは右足1本なんですが、左足のつま先を少しこう地面につけといてバランスを取ります。でそれでもね、ダフる人、その上でもダフる人はですね、やはりこのボールを見てると、やはりボールに対してこうどうしてもこう打ちにいっちゃう、ね、なのでボールのね左横のここちょうどこの辺りの芝を見ます。ボールを見ません、ね、構えた時ボールの左のちょうどボール1個分の左の芝を見る。これでねもう全然ダフらなくなります。構えた時に大体素振りってこうダフんないじゃないですか。ざっくりしたりしないじゃないですか、ね、なのに実際ボールにこうやって構えて立つとこう
ボールの時にこうグッとこう力がね、インパクトの時にグッと力が入っちゃうんで、こうパンチが入っちゃうというんですけれども、グッとこうちょっと下がっちゃってダフるんですね。ですからボールを見ないで素振りの時みたいにボールの左側の地面を見ます。ボールの左側の地面の芝を見ます。でフラミンゴで右肩で上げて右肩で打つ。ピンに当たりましたね。この10ヤードですね、10ヤードぐらいをしっかり練習しておくとですね、これが基本に基礎になってですね、少し大きくしていくと、15ヤードとか20ヤード、ちょっとピンに当たってしまいましたね。今20ヤードね。これもやっぱ当ててますよ。右肘をお腹の脇腹に当てたまま少しずつ大きくしていくと距離が20ヤード30ヤードとね伸びてきますので、30ヤードを超えると右肘はどうしても離れちゃいますね。少しこう空いてしまいますけど、くっつけておくわけいきませんけれども、30ヤードぐらいまでは両肘を右脇腹に触れたままですね打つことができます、ね。これが足の方の一つ目の方で、もう一つの方法はですね、膝をですねここをですね、骨と骨があるんですけど、これをねくっつけちゃう。でこれも膝を紐で縛るみたいなイメージで隙間なくですね骨と骨が当たってる状態です。で正面を向いてこう構えますとね、どうしてもこう詰まりますので、少しつま先を左側に向けてですね、左方向の抜けがいい状態を作っています。こういう状態ですね。で膝と膝いいですか、ここすごく大事。これしっかり紐で縛るみたいにしてくっつけておきます。で当たりました。片足フラミンゴでもね、結局これ不安定だけれども安定して触れたじゃないですか。要はね、両足があることによって結構こう膝を使って上下に使ったり膝を横に使ったりねして、それが原因で起こるミスって大きいんですよ。ですから片足にして不安定なんだけど、これ横に動こうとしたらこう倒れてしまいますから、だから逆に軸がしっかりね安定した状態で触れるという。でこれは膝と膝をこうくっつけることによって膝はこうなかなか使いにくくなります。にくくなるんだけれども、それによって安定性が出るというね。でさらにこうつま先をじゃあどのぐらい開くのかって言ってね、極端にこのぐらい開くと結構フォローの抜けはいいです、ね。だけどもどうですかね、ここまで開いちゃうとちょっと窮屈かな、テイクバックが。ここまで開いちゃうとどうしても右肘をねこうくっつけておくというのがちょっと窮屈になりますので、45度ぐらいまでですね、45度ぐらいまでだったらいけると思います。つま先を45度、それで膝はもうガチッとこう紐で縛るみたいにくっつけちゃう。で右肩で右肘はこう脇腹に当ててですね、右肩で上げて右肩で打っていく、ね、手元から意識をどんどん上の方に持っていって、打つと、ね。これで私はアプローチ、苦手なアプローチを克服してグリーン周りからライがいいところ、多少悪くてもですねざっくりすることなくアプローチが良くなって非常にゴルフが楽しくなりました、ね。ですからアプローチで、若干こう不安になったりね怖くなったり、場合によってはイップスとかになっている人はぜひ試してもらいたいなと思います。肘を脇にお腹につけることによって腕の動きがすごく安定します。一緒に動くようになります、ね。片足で立つ、もしくは膝をギュッとこう
縛っちゃうようにすることによって、窮屈ですけれども余計な下半身の動き、上下の動きと左右の動きをしなくなりますので、全体的な動きがね、安定してきますので、ぜひ試してもらいたいなと思います。はい、以上です。